宣告。霊産軌道で問われるがままに口にした言葉は嘘ではない。夢中でもがくように泳いでどこかを目指していた。たどり着きたい、たどり着かなければならないという切なる思いとともに、それはきっとここなのだろうとアルエットは感じていた。あの大きな乙女像の純白の眼差しに彼女は確かに懐かしさと親しみを感じた。けれどここは彼女を歓迎していない。アルエットの意識は未だボーガの分厚い膜に覆われていたが、それだけは理解できた。霊産軌道の厳粛な空気から冷たく乾いた外気へ、そしてまたよそよそしい静寂に満ちた室内へ。四方を国威の少女たちに囲まれ、硬質な靴音の合間に頼りない素足の足音を響かせながら移動する。まるで処刑台へと導かれる罪人のようだ。あるいは、これ。なんだこれ。なんちゃら殺場へと惹かれていく家畜か。やがてたどり着いたのは薄暗い部屋だった。アルエットはぼんやりと周りを見回し、わからないものがたくさんあるという子供のような感想を抱いた。天井や壁や床に様々な色合い、様々な材質の管が走り、そのうち透明なものには例外なく液体が満たされ、おびただしい気泡がゆっくりと行き交っている。それらの一部は一見棚のように見える装飾的な木箱の中に吸い込まれていく。うっすらと聞こえるハムシのような低い音はその棚の中から聞こえてくるようだった。アルエットにとって用途を判別し得たものは部屋の中央に置かれた立派な椅子だけだ。重厚な木製で背面にはやはり用途不明の管がいくつも通っている。だが形状からして椅子の一種であることに間違いはないだろう。かけなさい。はい。アルエットは椅子の前面に回り込み躊躇した。椅子の背もたれにベールをかぶった女性らしい像が刻まれている。刀の通った跡がはっきり残されている。武骨とも素朴とも取れる彫刻だ。その、これ。遺構でいいのかな。その遺構は、霊産軌道で見た乙女像に似ている気がした。失礼します。おずおずと乙女に挨拶をしてからアルエットは腰掛けた。木製の座面は硬く大気よりも冷えていて、座り心地はお世辞にもいいとは言えない。それではこれよりメイデン適正検査を始めます。アドラーの宣告を聞き、アルエットは急に心細さを覚える。周囲に目をやると皆塑像のように立ち尽くし、仮面めいた無表情でアルエットを見ていた。あのガラスドームの中に花を咲かせなさい。え？確かに乙女の椅子の向かいには透明なドームがしつらえられていた。あの中に種でも植えればいいのだろうか。アドラーの指示を素直に受け取ったアルエットは腰を浮かせかける。席を立った瞬間にあなたは失格します。繰り返します。
検査の内容は至って単純です。ガラスドームの中に花を咲かせなさい。アルエットは声もなくすと、アルエットは声もなくストンと腰を下ろす。こんなに離れたところからどうやって？もっともな疑問ではあるが、問いかけたところで誰も答えてくれないだろう。そんな予感がアルエットの口をつぐませる。この学園にいる誰もができることよ。追い出されたくなければ咲かせなさい。アベルラが歌うような口調で言い、アルエットをますます困惑させた。ただ、そうなるように祈ればいいのよ。あなたが大いなる乙女と語れる人なら、きっとお力を貸してくださるから。見かねたようにマコーも口を開く。余計なことを言わないで。余計かな。私が検査を受けた時は、ちゃんとそういう説明があったよ。私の時も。ああ、そう。ごめんなさいね。私の時はそういった差し出口を受ける前に、もう咲いていたものだから。そんなやりとりを聞くうちに、アルエットの戸惑いはにわかに薄れていった。あいつ性格悪いなぁ。どうやら無理難題をふっかけられているわけではなく、自分に適性さえあれば花を咲かせることができるらしい。そんな魔法のようなことができたらどんなに素敵だろう。状況を鑑みれば、のんきに過ぎる素朴な憧れがアルエットを落ち着かせた。どんなお花がいいんでしょうか？ほう。一瞬部屋に沈黙が満ちた。アルエットからすれば当然の疑問でも、皆にとっては想定外の質問だったようだ。何でもいいわ。さっさとしなさい。はい。アルエットは目を閉じた。何もわからないのに、体が勝手にそうした。ただそうなるように祈ればいい。女神様がお力を貸してくださる。胸の中で魔法の助言を噛み締める。そんなことができるはずがないという当然の思いが湧き上がるが、暗闇を見つめ続けるうちに泡のように弾けて消えた。こうしていると、椅子に包み込まれているみたい。暖かい。かけた時は冷ややかだった木の肌はアルエットの体温を吸って優しいぬくもりを帯びている。そのせいか、座面や背もたれが肌に馴染むように柔らかく感じられて、自然と呼吸が深くなった。思うだけでお花が咲くなんて、本当にそうなったら素敵ね。世界を一つの大きなお花畑にすることだってできるのかも。はあ、さっぱり覚えてないけど、私、お花が好きだったみたい。そうね。だって綺麗だもの。その時、アルエットの脳裏にある脳裏にその時、アルエットの脳裏にある光景が浮かび上がった。まるで見えない手が頭の裏側に潜んでいた秘密をつかみ出して、まぶたの裏にぶちまけたかのようだった。木漏れ日を浴びてきらめく色とりどりの色彩。あれは花だ。日の恵みを求めて空を仰ぎ、気まぐれな風に踊る、けなげな命たち。しかし、次の瞬間には全てが遠のいた。暖かな夢を見せていた灯火が、不意に吹き消されてしまったかのように。アルエットに残されたのは、胸を締め付ける不思議な懐かしさだけ。と、そこで彼女は外界のどよめきに気づいた。
おお。まぶたを開けると、目の前のガラスドームの内側には無数の花が咲いていた。なんとなく想像していた一輪、二輪の姿ではない。金属の土台から青々とした茎や葉を伸ばし、押し合い、へし合い、小さな花畑のようにひしめき合う。外側の花はガラスに強く押し当てられ、繊細な花びらはすっかりひしゃげていた。ドームを内側から破壊せんばかりのたくましい生命力を感じさせる光景だった。すごい。あんなにたくさん。本当はあれなんだろうな。一輪二輪とかそういう感じなんだろうな。みんなの場合。壮観だね。いくつ咲いてるんだろなんなのこれは。気持ち悪い。そういうことやろうな。こんな、無理やり押し込めたような。数ばかり多くって、ちっとも綺麗じゃないわ。少女たちは揃って息を飲み、おのおの思いを口ずさんでいる。先ほどアルエットを正気づかせたざわめきの正体はこれだろう。依然として、応用としたアルエットの認識は、一人一人の言葉の意味を捉えかねている。ただ、変わらず歓迎されていないことだけは理解できた。他なるアルエット自身が目の前の光景を自分がしたことだと実感できなかったのだ。彼女はただ呆然と目の前の色彩に見とれながら狭苦しい場所に閉じ込められた花たちを哀れに思っていた。しかし、適性あり、ね。ルクが口を開くと、あたりはしんと静まり返った。最も驚きを示してルクの方を見たのはアルエットだった。何人かは納得したようにうなずき、別の何人かは冷静な沈黙を守る。アベルラのトゲトゲしい視線が咎めるのは、ルクの発言に含まれた妥当性だった。彼女には適性があり、従って入学資格がある。至って当たり前のことを言ったつもりよ。本当にこんな子を入れるつもりなの？適性はあるにしたって、あまりに異常だわ。異常だとしても、適性はある。とも言えるね。どうしてそうもあっさりと受け入れられるのかしら。理解に苦しむわね。言い争ったところで不毛だとは思う。ロビン、あなたまで。確かに彼女には不審な点が多い。でもだからといって、今から門の外に追い出せば安全とは限らない。開くはずのない門が、いつの間にか開いて、その子を中に招き入れたんだ。そんな存在を二度と戻らないように追い出す術が、私たちにあるかどうか。異常時こそ、平常心というか、いつも通りを保つように。アベルラは呼気を深く吸った。おそらくはそれでもロビンの言葉に反駁したかったのだろう。しかし、びっくりと身をすくめて言葉を飲んだ。いつの間にかルクが傍らに立っていたためだ。新入生に追い抜かれるのが怖いの、アベルラ。おほほほほ。おー。私は誰にも負けるつもりはないわ。抜かれたのなら、また抜き返すだけ。アベルラは声を詰まらせたまま、呼吸さえ忘れてしまったかのようだった。ルクの吐いたセリフは、むしろアベルラにこそふさわしいものだったからだ。良い姿勢ですね、ルク。
あなたが最上位を保ち続けるのは、その研鑽を忘れない心構えがあってこそなのでしょう。アルエット、あなたには適性があります。よって、この学園のノリに従い、あなたの入学を認めます。ありがとうございます。アドラーに宣言され、アルエットはようやく自分が認められたのだと理解した。何かの適性があったと証明されたことよりも、ここにいてもいいと許されたことの方が嬉しかった。確かに発露の程度は異常ですが、最初からこれほどの花をたやすく咲かせられるというのは、紛れもなく才能です。各数値は、特進クラスの基準点を上回っています。これがどういうことか、わかりますか？まさか、特進クラスに迎えるつもりなのですか？アベルラが再び噛みつきかける気配がしたが、彼女なりに宣告までの流れを組んだのだろう。すぐにしぼんだ。アルエットはそれよりもマコーの顔から明らかに血の気が引いたことが気にかかった。どういうこと？定員とかがあって、なんかそのね、特進クラスの最下位者が一般クラスに追いやられるとかそういうオチ？特進クラス？ここでは答えません。あなたに説明しなくてはならないことは、あまりにも多すぎます。キャナリー、当分の間、あなたをアルエットの世話係に任じます。あなたは随分と世話好きのようですから。アドラーの声色は淡々としていたが、キャナリーへ注がれる眼差しを見るに、アルエットに毛布を渡したり、戸惑う彼女の背中を押したりと、さりげなくよしたことへの皮肉らしい。でもあれだよね。そこら辺は、皮肉ではあるものの、ちゃんとね、その人選を見るというか、人をちゃんと見るっていうのは、多分アドラーのポジションでは大事だからさ、ね。そこを変な話ね、なんかよくわからんやつに、それこそルクなんかに任せようもんなら、ちょっと大変なことになるんじゃないかな。キャニーは、ただでさえ、キャシャでいいのか。キャナリーは、ただでさえ華奢な死体をさらに縮こめるようによじらせてうつむく。はい。制服の用意は明日になります。今日はあなたの寝巻きを貸してやりなさい。今日中に、彼女の部屋の手配と、学園の案内、校則についての説明を終わらせておくように。わかりました。アドラーはキャナリーの校庭を回って戸口を開き、軽く靴を鳴らした。退出の合図だったらしい。それぞれの思惑を胸に、これ漢字読めねえ。それぞれの思惑を胸に、はらんでいたでいいのかな。一同は揃って出口に向かいかける。どうした？マコーの重い足取りを見て、アルエットの応用とした瞳が急に正気づいた。その瞬間、胸の奥に刻したものの正体も知らぬまま、椅子の肘掛けを強く握り、彼女は声を上げていた。何でしょう？確か、マコ？私を助けてくれた人。マコーは自分の名に反応し、機械的な動きで顔を上げる。彼女が何か？さっき、処罰を与えるって聞こえた気がするんですけど、それはやめてくれませんか？どうしても必要なら私に、
マコはただ、私を助けてくれただけ。彼女はいいことをしたんです。そうでしょ？マコが見つけてくれなかったら、毛布を取ってきてくれなかったら、礼拝が終わるまで放っておかれたら、私は凍えて死んでいたかもしれない。一応筋は通っとるな。けどそこにアドラーが動くかどうか。マコが目を見張る。彼女がヒュッと息を飲んだ瞬間、アルエットの視界から遮るようにアドラーが進み出た。何を良いこととし、何を悪いこととするかは、すべて拘束によって決まっています。おー。そこは揺るがんのね。来産への遅刻と妨害は罰すべき罪。対して、人助けが恩赦に値する善行だとは、どこにも書いてありません。おー、なるほど、なるほど、なるほど。そん学園のノリに対する異議も処罰の対象です。あなたはここに留まりたいのではなかったのですか？でも、先生、まだこの子は校則を知りません。ですから、確かに、説明はまだ進んどらんな。ならば、早く心得させてやるべきでしょう。無知による罪が増える前に。はい、わかっております。行きましょう、アルエット。納得がいかないアルエットだったが、怯えて揺れ動くキャナリーの瞳を見て諦めた。これ以上逆らえば彼女にまで類が及んでしまうかもしれない。アルエットがうつむいたのを見て、一度は足を止めていた少女たちが再び動き出す。アルエットはマコーの様子を伺ったが、こちらを振り向くことのない後ろ姿からは何も読み取れなかった。その場が解散になると、キャナリーはまず大きなため息を一つついた。世話係にされてしまったことが重荷なのだろうか、とアルエットは気遣わしく見守ったが、そうではなかったようだ。顔を上げてアルエットへと案内を始めたキャナリーは、宣告よりも明るい顔をしていた。どうやらアルドラーをはじめとする重圧から解放されたがゆえの安堵のため息だったらしい。増加室があった建物を出て外気をくぐり再び屋内へ。キャナリーは廊下に立ち並ぶドアの一つを開け、室内へとアルエットを招き入れる。入室時にノックをしなかったことや、勝手知る調子でタンスを開いているところを見ると、ここはキャナリーの資質なのだろう。やがて彼女は着心地の良さそうな服を手にアルエットを振り向いた。はい。これが寝巻き。ありがとう。うわぁ、ちょっと。着替えのために肩から毛布を落とすと、キャナリーは焦った様子で顔を背けた。ダメよ、アルエット。人前でやたらに肌を見せるのは。そうなの？どうして？どうしてって。キャナリーは予想外の質問に困惑しているようだ。その反応からどうやらそういうものだからなのだと伺い知れた。が、キャナリーはそのように返しはしなかった。首をかしげて考え、慎重な声でこう言った。そうね。それを目にしてしまった人に、
良くない影響を及ぼすからかしら。キャナリーの中ではそれで全てを言い表せているようだが、アルエットの顔に浮かんだものは戸惑いだった。裸が良くない影響？キャナリーが次の理屈を考えようとする前にアルエットは問いかけた。さっき、そんなお話もしていたし、きっと、高速でそう決まってるのよね。ええ、人目にさらしていいのは、顔と手だけよ。わかったわ。私は少しでも早く、何が良くて何が誤っているのかを知らないと。ノリというのは、土地によって違うものだから。旅人の心へ？そうなのかも。よくは思い出せないけど。もう着替え終わった？着替えを済ませたアルエットは裾のひだを念入りに整えながらキャナリーへと答える。ええ、大丈夫。ありがとう。予想していた通り快適な着心地だった。軽やかな生地は空気をはらんで広がり、わずかなぬくもりを含んで優しく肌を包む。先ほどキャナリーは手と顔以外人目に触れさせてはいけないという掟を教えてくれた。が、この寝巻きは首周りが開いているし、袖や裾には透ける生地が使われている。おそらく実質のみでの着用を想定し、他人に見せる機会はないと判断されているのだろう。着眼点いいね。確かに。そうだな。そこまで厳格にかっちり1から10までノリが決まっとるのであれば、確かに。そこが気になるのは当然やな。ほら。振り向いたキャナリーはアルエットの着こなしに乱れがないことを確認した後、小さく笑った。アルエットがあくびを噛み殺したのに気づいたからだ。ていうかあれだな、体格全然合っとるな。めちゃくちゃ巨乳だったはずなんやけど、アルエット。キャナリーもこんなにおとなしい雰囲気でありながら、さては。眠そうね。疲れが出たのかしら。そうかもしれないわ。この服の着心地がいいせいかしら。なんだかぼーっとしちゃって。この後は朝食だけど、ここで寝ていてもいいわ。そうした方がいいわ。そう？アドラー先生は、あなたの処遇については、朝食の席で発表するとおっしゃっていたわ。みんなにとっては予想外のはずよ。その席での空気を想像し、アルエットの気分は一気に暗淡たるものになった。押しかかる重みに耐えかねたようにベッドに腰を下ろす。歓迎は、されないでしょうね。あとその寝巻きで行くわけにはいかんからな。この学園の入学資格を得られる人は、あなたが思っているよりもずっと少ないの。大きな町に一人、いるかいないか。みんな、ここに来れたことを誇りに思っているのよ。狭き門なのね。私なんかがくぐっちゃいけなかった。しかも、特進クラスにまで上がってくるかもしれないと知ったら、きっとあなた、みんなの視線だけで居殺されてしまうわ。それは痛そう。キャナリーが自分のことのように青ざめてくれるおかげで、アルエットの心境にほんの少し余裕ができた。
そのせいだろうか、宣告までやや遠目に感じていた眠気は一気に距離を詰め、いよいよアルエットのまぶたを下に引っ張り始めた。だから、あなた、着替え終わった途端に、気絶したことにしましょうよ。発表の瞬間に合わせないだけでも、だいぶマシだと思うの。実際、気絶しそう。今にもするわ。軽くうなずいたつもりが頭がガクリとうなだれる。子供じみた仕草にキャナリーは再び小さな笑い声を漏らした。起きた後、ここで食べられるように、何かもらってくるわ。それじゃあ、おやすみ。優しい囁きを残してキャナリーはきびすを返す。アルエットはすぐにでもベッドに沈み込みたい衝動をぐっと抑え、力を振り絞って声をかけた。キャナリー？何？親切にしてくれてありがとう。マコも、あなたも、すごく優しい。みんなにとっては嫌なことでしょうけど。私、この学園に来れてよかったって思ったわ。こんなに優しい人がいるんだもん。眠気にもつれるせいで舌足らずになってしまったが、なんとか伝えられた。力尽きてベッドに倒れ込むと、キャナリーが控えめな足音が戻ってきた。アルエットを起こさないよう、細やかな仕草で毛布をかけてくれる。プエラリウムにようこそ。その言葉の意味はわからない。疑問を覚える間もなく意識が遠のいていく。眠りにかつえて一心に貪るような睡眠だった。夢を見る余裕すらなく、ただ虚無の世界に漂う。